皆さんが今日日本で、すみませんって言った回数とか、誰かが言っているのを聞いた回数をちょっと数えてみてほしいんですけど。そうですね。まあ、5回とか、人によっては20回くらい聞いたっていう方もいるかもしれませんね。えでも実は皆さんが今日聞いたそのすみませんの9割くらいは、決してごめんなさいっていう謝罪の意味じゃないんですよね。はい、おっしゃる通りです。なので、本日の徹底解説ではですね、言語学のデータとか、日本文化の調査資料なんかを広げながら、なぜ日本人がこれほどまでにすみませんをたくさん使うのか、その謎を深掘りしていきたいなと。はい。今回の私たちのミッションは、このたった5文字の言葉が持っている、本当の役割を解き明かすことですね。ええ、N3 とか N2 の日本語を一生懸命勉強している皆さんにとって、この教科書通りにいかないすみませんって、やっぱり一番の悩みの種じゃないですか？いや、本当にそうだと思います。今日はぜひリラックスして、私たちの会話をゆっくり聞いてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。さて、まず、学習者の視点に立ってみるとですね、英語だったら、I'm sorry とか、Thank you とか、Excuse me って全然違う言葉を使う場面で、全部すみませんって言っちゃいますよね。そうなんですよ。日本人は全部すみませんで済ませてしまうので、これすごく混乱すると思うんです。日本人はなんか四六時中誰かに謝っていたいんでしょうか？いやいや、決して謝っていたいわけではないんですよ。今回集めた資料を整理するとですね、日常会話でのすみませんには大きく分けて3の全く違う顔があるんです。3ですか？はい。一つ目は、皆さんが最初に教科書で習う謝罪ですね。ごめんなさいの意味です。それは一番わかりやすいですね。ええ。そして、二つ目が、感謝。つまり、ありがとうの代わりです。で、三つ目が、誰かに声をかけるときや、お願いをするときの、クッション言葉としての役割です。なるほど。謝罪と感謝とクッション言葉。役割が違うっていうのは、頭では理解できるんですけど、はい。何か引っかかりますか？どうしても納得いかないというか、なんで全く違う3つの感情をたった一つの言葉で表現するのかなって。言葉を分けた方が絶対に便利ですよね。そこがですね、日本の非常に面白いところなんですよ。この謎を解く鍵は、言葉の歴史、つまり語源にあるんです。語源ですか。元々の意味ですね。ええ、すみませんって、もともと住むという動詞の否定形から生まれているんです。あ、仕事が終わるっていう意味の住むですか？はい、その意味もあるんですが、実は気持ちが晴れるとか、心が落ち着くっていう意味もあるんですよ。気持ちが晴れる。それに否定のませんがつくということは、えーっと、私の心が落ち着きませんっていう意味になるわけですか？まさにその通りです。あなたにこんなに親切にしてもらって、私の気持ちがこのままでは収まりません。というその心の揺れ動き、そのものを表す言葉なんですね。ああ、なるほど。そういう心理が根底にあるんですね。ええ。だから、自分の失敗で相手に迷惑をかけた時も、相手の親切に感謝する時も、心が落ち着かないという同じ感情の根っこでつながっているんです。へえ、なんか理屈としてはすごく美しいですね。そうですよね。でも、ちょっと待ってください。現代の日本人がコンビニで、例えばお釣りをもらうときに、いちいち、ああ、私の心が収まらないなんて、そんな深い感情を抱いているとは思えないんですけど。はは、確かに鋭い指摘ですね。
毎回深く感動しているわけではありません。ただの口癖になっているようでいて、行動心理学のデータを見ると、ちょっと面白いことがわかるんです。面白いことですか？はい。そこには、心理的負債感という無意識のメカニズムが強く働いていると言われています。心理的負債感。負債って借金とかの負債ですか？ええ。誰かに親切にされたり、時間を取らせたりすると、日本人は無意識のうちに、相手に借りを作ってしまったというプレッシャーを感じるんです。わかります。それってお互いの感情の銀行口座の残高を気にしているようなものですよね。感情の銀行口座、いい例えですね。相手に何かしてもらうと、自分の口座から相手の時間とか労力を勝手に引き出してしまったような気がして、口座がマイナスになっちゃう。そうそう。そのマイナス状態がすごく気持ち悪いんですよね。だから慌ててすみませんっていうコインを渡して借りを返済しようとする。そういう感覚じゃないですか。まさにそれです。日本文化には他人に迷惑をかけたくないという強いルールみたいなものがあって、自分の口座を絶対にマイナスにしたくない、常にゼロかプラスに保っていたいっていう防衛本能に近いですね。なるほど。ありがとうっていうポジティブな気持ちよりも、悪いことをしてしまったっていう負債の返済が先に来ちゃうんですね。はい。だからこそいろいろな場面での日本人の行動がこの感情の銀行口座で説明できるんです。つまり、すみませんは借金返済の言葉だったと。そう考えると面白いですね。じゃあ、これが実際の生活でどう動いているのか。ある一日を想像しながら皆さんと一緒に見ていきましょうか。いいですね。具体的なシチュエーションに当てはめるともっとわかりやすくなりますから。じゃあまず朝、あなたは満員電車に乗っています。自分の降りる駅が来ましたが、ドアの前には人がたくさんいて通れません。日本の朝の電車あるあるですね。はい。この時、もし何も言わずに無理やり押し通ったら、当然トラブルになりますよね。かといって、ただ振りますって叫ぶのもなんかすごく攻撃的に聞こえますし。ええ。吠えますだけだと、そこをどけっていう強い命令に聞こえてしまいますからね。相手の口座から場所を譲るという労力を強制的に引き出すことになって反発を生むんです。そこで、魔法の言葉の出番ですよね。すみません、掘りますと声をかける。完璧です。この時のすみませんは、まさにクッション言葉ですね。これからあなたに道を開けるという負担をかけます。本当に申し訳ないです。と、先に小さな借金返済をしておくわけです。この柔らかいクッションがあるだけで、相手も、お互い様ですねって気持ちよく道を譲ってくれると。人間関係の摩擦を減らすための賢い知恵ですね。本当にそうですね。さて、電車を降りてお昼休みになりました。あなたはカフェに入ってコーヒーを注文しようと店員さんを呼びます。はい、ここもよくあるシーンですね。ここで多くの学習者の方は英語の excuse me の直訳ですみませんって呼びかけると思うんですけど、実はここにも心理的な負債が隠れているんですよね。そうなんです。店員さんは今、グラスを洗ったり、別のテーブルを片付けたりと、他の仕事で忙しいかもしれませんよね。そうですね。自分のためだけに待っているわけじゃないですから。その作業を中断させて自分の方に向かわせる。つまり、相手の時間を奪うという負担をかけているわけです。だから、単に自分に注目させるためじゃなくて、お忙しいところ、あなたの時間を取らせて申し訳ないっていう気遣いが、すみませんに入っていると。その通りです。カフェで店員を呼ぶだけでも相手への思いやりが詰まっているんですね。でもここで一つ話し言葉についての疑問があるんですけど、はい、何でしょう。
カフェとか会社で周りの日本人の会話を聞いていると、すみませんじゃなくて、すいませんって言っているのをよく耳にするんです。これって単なる間違いなんですか？これですね。言語の変化のプロセスを示すとても面白いポイントなんです。すみませんは間違いではありませんが、かなりカジュアルな話し言葉です。意味が違うわけではないんですね。すみませんのみとまっていう音は口の動きが似ていて、続けて早く発音するのが少し難しいんですよね。すみません、すみません。確かにちょっと言いにくいかも。そのため、長い時間をかけてより発音しやすいすいやせんまへと変化したんです。英語で going to がガンナになるような発音の省エネですね。まさにその省エネです。ただ、注意してほしいのは、ビジネスの場面や目上の人に対して、あるいはメールなんかの文章では必ず正しいすみませんを使うべきだという点ですね。なるほど。書くときは絶対にすみませんなんですね。さらに、本当に重大なミスをしたときは、すみませんでは軽すぎるので、申し訳ありませんという言葉を使わなければなりません。状況によって言葉の重さを変える必要があると。わかりました。さて、じゃあ一日のストーリーに戻りましょうか。はい、午後の真意ですね。午後あなたは道を歩いていてうっかり大事なファイルを落としてしまいました。それに気づいた見知らぬ人がわざわざ拾って渡してくれました。親切な方がいてよかったですね。はい。ここで日本人は反射的に、すみませんって言うんです。正直ここではありがとうございますって言った方が拾ってくれた人も嬉しいと思うんですけど、どうして謝っちゃうんでしょうか？これが学習者の方が一番戸惑う感謝と謝罪のミックスの場面ですね。やっぱり戸惑いますよね。欧米の文化圏では相手がしてくれた良い行為そのものに光を当ててサンキューと言います。でも日本の文化圏では相手にわざわざ腰を曲げて拾い上げさせたという相手の負担の方に強い光を当ててしまうんです。相手の親切よりも自分がかけてしまった迷惑の方が大きく見えてしまうと。そうです。だから感謝の気持ちがないわけではなくて、こんなに面倒なことをさせてしまって私の心が収まりませんという非常に強い感謝の裏返しとしてすみませんが出てくるんですね。いや、それってすごく優しくて美しい文化に見えますけど、同時になんかすごく疲れませんか？疲れると言いますと、常に他人の負担を気にして、いつも迷惑をかけてごめんなさいっていう態度で生きていると、なんだか自分がとてもちっぽけな存在に思えてきそうで。実はですね、最新の社会学とか心理学の調査でもまさにその点が指摘され始めているんですよ。そうなんですか？言葉が脳に与える影響って非常に大きくて、すみませんという謝罪の言葉を多用しすぎると、自分は常に周囲に迷惑をかけている存在だという自己暗示にかかってしまって、自己肯定感が下がってしまうということですか？はい、そのリスクがあると言われています。さっきの感情の銀行口座で言えば、毎日毎日借金の謝罪ばかりしているような状態ですもんね。それは脳にとってもストレスになりそうです。そうなんですよね。そこで最近とても興味深い変化が起きていまして、今の大学生なんかの若い世代の間で、人に何かをしてもらった時に、あえてすみませんを使わずに、意識してありがとうを使う人が増えているっていうデータがあるんです。それは素晴らしい変化ですね。無意識の習慣を自分で見直しているということですか？はい。ありがとうという感謝の言葉を使うと、脳内でドーパミンとかセロトニンといった幸福ホルモンが分泌されることが科学的にも証明されているんですよ。感謝の言葉は自分も相手も幸せにするんですね。マイナスをゼロにする謝罪のコミュニケーションから、プラスを共有する感謝のコミュニケーションへ、若い世代は相手との間にポジティブな幸福の循環を作ろうと
言葉の選び方を変え始めているんです。なるほど。言葉が時代とともにアップデートされているんですね。相手への負担を気遣うすみませんの奥ゆかしさも素敵ですけど、お互いの心を明るくするありがとうのストレートな響きも、これからの日本ではもっと大切になっていきそうです。本当にそう思いますね。さて、ここまで文化とか心理の深い部分を見てきましたけど、これを聞いている皆さんは、じゃあ明日からどうやって日本語を使えばいいの？間違えたら失礼になるのかなって少し緊張してしまったかもしれませんね。ああ、心配はいりませんよ。私たちが今日お話ししたことを明日からいきなり完璧に使い分ける必要なんてないんです。そうですよね。じゃあ、まずは何から始めればいいでしょうか？まずは、すみませんイコール I'm sorry という頭の中の固定された翻訳ラベルを剥がすことから始めてみましょ翻訳ラベルを剥がす。いいですね。具体的にはどんな練習がおすすめですか？う。まずは観察です。皆さんがカフェや電車の中で、すみませんという言葉を耳にしたとき、その人がどんな表情をしているか、どんな声のトーンかを見てください。文脈を見るわけですね。はい。申し訳なさそうな顔なのか、それとも少し笑顔で頭を下げているのか。あ、今の笑顔は感謝のすみませんだな、と状況から推測する練習をしてみてください。相手の表情と状況というコンテキストを読む力ですね。では、自分が話すときはどうしたらいいですか？自分がとっさにすみませんと言いそうになったとき、もしそれが感謝の場面だと気づけたら、ほんの少しだけ勇気を出して、笑顔でありがとうございますに言い換えてみてください。いいですね。ありがとうございます。へえ。あなたがその言葉を選んだ瞬間、先ほどお話しした幸福の循環があなたと相手との間に確実に生まれますから。もし、間違えて、ちょっと変なタイミングですみませんって言ってしまっても気にする必要はありませんよね。もちろんです。日本人は皆さんが一生懸命に相手を気遣ろうとしてくれているその心をちゃんと受け取ってくれますから。言葉を表面的な間違いよりも、相手を尊重しようとする態度こそが、コミュニケーションにおいて一番大切なことですからね。はい。ぜひ、このゆっくりとしたペースの会話を何度も繰り返し聞いて、シャドーイングを楽しんでほしいですね。声に出すことで頭で理解した知識が自然な感覚として体に馴染んでいくはずです。そうですね。今日一日を振り返ってみると、すみませんというたった5文字の中に、日本人特有の距離感とか、他者への思いやり、そして人間関係のバランスを取るための計算がたくさん含まれていることが分かりましたね。ええ、本当に深い言葉です。さて、最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあるんです。何でしょうか。もし皆さんが明日から日本語を話すときに一切すみませんを誓わず、すべてありがとうとか別の言葉に置き換えて生活したとします。ほう、完全に封印するわけですね。はい。そうやって使う言葉を変えたとき、皆さんの性格そのものとか、日本という社会の見え方は今と変わってしまうのでしょうか？なるほど。言葉が人の心を作るのかという非常に深い問いですね。ええ。私たちが言葉を操っているのか、それとも私たちが使う言葉が私たち自身を形作っているのか。次に誰かにすみませんって言いそうになった時、少しだけこの問いを思い出してみてください。言語を学ぶことの本当の面白さは、まさにそこにあるのかもしれないですね。ええ。言葉の奥にある世界を知ると、皆さんの日本語はもっと豊かで温かいものになるはずです。それでは、今回の徹底解説はこの辺りで、最後まで耳を傾けてくださってありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。